こんにちは。ドスッピンで失礼しますが、今日ね、ちょっとたった今思い立って、冷蔵庫の中身紹介動画を撮ってみようかなと思いました。この1週間、ちょっとね、1週間は嘘か。今は土曜日の午前中なんですけど、友達が、火曜日まで遊びに来てて、でその後水曜日から金曜日までマジで一歩も外出なかったのね。でちょうど夫が出張中ってのもあって、本当に誰とも話してなくて、ちょっと声がガラガラなんですけど、すいません。そうで今ちょうど昨日ネットスーパーで頼んでたご飯っていうか、材料が届いて、結構今冷蔵庫の中潤ってるんですよ。でなんかちょっと思い立ってきゅうりの浅漬けを作ってたんですね。そうで、なんかアメリカのきゅうりすごい太いなって、これで浅漬け作っても美味しく出来上がるのかなとか思ってて、それで思いついたのが、そういえばアメリカで調達できる食材ってこんなのあるよみたいなのを撮ってみたら面白いかなと思ってカメラを回してみました。でちょっと早速冷蔵庫の方にシャッターを打ちます。はい、皆さん、これがアメリカで私たちが使ってる冷蔵庫。超でかいんだよ。私はアメリカに来る前は、ほぼ一人暮らしをしてて7年ぐらい、めっちゃ一人暮らし用の小さい冷蔵庫を使ってたから大きいなって感じなんですけど、ここにね、なんか1ティースプーンとか1オンスパウンドは、要は日本の単位で言うといくらとか、あと温度もなんかファーレンハイトとディグリーセルシウスの対応表とか、こういうアメリカって独特の通貨単位使いがちじゃないですか。なんか絶対譲らないみたいな。だからそれが分かりやすくお料理できるよっていうマグネットを引っ越し屋さんからもらったので貼ってます。あとここら辺はね、なんか別にアメリカ全然関係ないんだけど、私が今まで旅先で集めてきたマグネットの数々って感じですね。でこれね、すごいんだよ。これは浄水器なんです。ちょっと待って、なんかコップ取ってくる。これね、こうやってここに持ってって、ここのなんか黒いパネルみたいなのをクッて押すと光がついて浄水が出る。でこれ飲むのもできるし料理にも使えるしで、結構便利です。はい、じゃあ中見ていきます。冷蔵庫だからあれだよね、あんまりゆっくりレビューしてると音が鳴って怒られるよね。中こんな感じ。どのぐらい見せていいのかあれだけど、納豆、これはアジア食のネットスーパーで買えます。でこれもごめんね、あんま綺麗じゃないけどしめじです。しめじ、これもアジア食ネットスーパーで買ってて、これはなんか家の近くにある韓国とか中国の食材が売ってるようなお店で買ったバーミセリ。バーミセリってなんだ、春雨かな、春雨とも違う気がするけど、そう、バーミセリで、これはどこで買ったんだろう。メンマですね。もしかしたら歩いて12分ぐらいのところに日本食スーパーが店舗であるので、そこで買ったのかもしれないです。海苔でオリーブ、あとはこれヨーグルト。このヨーグルトはね、ほとんど日本のヨーグルトと味が変わんなくて大好き。サイズ感もちょうどいい。でもなんか若干日本のダノンよりは長いよね、縦に。で割とお腹いっぱいになります。で豆腐、これもあれな気がする。歩いていく日本食スーパーで買った気がしますね。でさっき作ったきゅうりの浅漬け、今絶賛漬かり中です。でこれがね、この間ね、友達と一緒に行って買ったトレーダー・ジョーズのピーナッツバターカップってチョコレートですね。ダークチョコの中にピーナッツバターが入ってる。ちょっと今怒られたから一旦冷蔵庫閉めます。はい、もう一回開けます。なんかこのタッパー開いちゃうんだけど。
でこれが、ネットスーパーで買ったメルティーケース。これいくらだったっけ？あとで値段見てみます。とこれはなんか明治かと思いきや全然明治じゃないバター。あとこれは私がこの間シンガポールに行った時にフェアプライスで買ったグリーンチリです。あとはこれもシンガポール行った時に友達がくれたこのオフリーチョコレートっていうシンガポールのブランドの、チョコレート。これね結構いいやつなんだよ。なんか色鉛筆みたいなケースに入ってて割とちゃんとしたやつだから大事に食べてます。でこれが私が超大好きなチョコレート、キャドバリーのデイリーミルク。これ自体はどこだっけな、オーストラリアのメーカーだっけ、忘れたけど、これもネットスーパーで買って欠かさず毎日食べてます。あとは日本のねなんか軽いチョコも食べたいなって時があるので、明治のやつもネットスーパーで買いました。次に一番下の段、夫が飲むお酒類と、あとなんかね近くのなんかキンパのオープンカー、キッチンカーみたいなところで韓国料理買うと必ずおまけでつけてくれるジュースの缶。また怒られちゃった。ちょっと飲み物だけいきます。あとはここら辺は日本食スーパーに行った時に調達してくるご褒美として飲むお茶とジュースですね。これは貴重品です。で普段はこの今入れたばっかでちょっと色薄いんだけど、麦茶パックを買って普通に日本でも売ってるやつ、それで水でお茶作ったり、あとは家の近くのなんか普通のスーパー、アメリカ人用というかなんかみんなが使うスーパー、日本食とかは全然ないとこで、こういうでっかいねなんかスタバのなんだこれはバニララテなんですけど、なんかブラックコーヒーとかラテとかがこのサイズで売ってて、これ2週間ぐらいかけて一人で飲んでます。夫はコーヒーブラックしか飲まないので。あとは、お味噌とキムチ。これもネットスーパーで買えるし、12分歩けば店舗でも買えます。はい、続いて扉のとこだね。今はないけどここに卵入れてます。卵はね家の近くのスーパーなら普通に火通して食べるやつ買えるし、その12分歩いていく日本食スーパー、ちょっとこのめんどくさいから日本食スーパーの名前大ノブっていう、大ノブです、皆さん覚えてください。大ノブに行けば生食用の卵も買えるから、卵かけご飯したい時とかすき焼きの時は大ノブで卵買います。でこれは私がなんか大ノブで一番最初に買い物した時になんかふりかけが欲しいなと思って買ったんだけど、よく見たらこれふりかけじゃなくてなんかおにぎりに混ぜ込むやつだった。ちょっとしょっぱい。でウェイパー、なんか鶏ガラスープの素とかをね大ノブに買いに行ったら、なんか動物エキスが入ってるものはこう輸入できないって言ってて、あそうなんだと思って、そのアジア食のネットスーパーで探したらウェイパーっていうのを見つけて、ちょっとあんまり使ったことなかったんだけど買ってみました。これ練りタイプなんだね、粉じゃないんだね、知らなかった。あとはマヨネーズ、あとは、牛乳。ちょっとこれだいぶもう期限切れてるんですけど、あんまりねこっちに入れると牛乳飲まないんですよ。なぜならこれがもう売ってるから、牛乳とコーヒー混ぜる必要ないので。でこれが家の近くで売ってる一番安い牛乳で、サイズ感もそんな大きすぎないですよね。でこれは結構安いんですよ、2ドルぐらいで買える。でオイスターソース、ちょっと一旦閉めます。はい。でこっち側の扉はポン酢に卵かけご飯のタレに、私これ使ったことないけど、このホールフーズっていうアメリカでよく聞くスーパーマーケット、チェーンのスーパーマーケットで買ったバルサミコ酢のサラダドレッシングみたいなやつと、あとはなんか他のドレッシング、クラシックオイルビネガー美味しそうと、白だし、これ焼肉のタレだね。あともう一個なんかドレッシングあるね。でこっちは醤油、みりん、めんつゆ、こっちも醤油だ。これ何が違うんだろう。まあいいや、山坂キッコーマンかの違いですねっていう感じです。そしてここの野菜室、ここがねもしかしたら一番日本とアメリカの違いかもね。これ
ちょうど昨日アジア食ネットスーパーで買って届いた台湾ほうれん草ってやつ。台湾ほうれん草って名前だけど日本のほうれん草とおおむね一緒ですよね。で届いた瞬間結構見覚えありすぎて美味しそうってなった。でこれは日本食スーパーで買った大ノブで買った白菜で、これはそこら辺のスーパーで買った人参。なんかさ、この一番下のやつはまあいいじゃん、許容範囲内じゃん。だけどさ、こういう風にね、同じパッケージの中で入ってる人参の太さが全然違って、これとかだと使いやすいんだけど、これとか細いじゃん。これねマジで使いづらくて、なんか皮むくのもなんかピーラーがみたいになるし、なんか切っても細いからなんか食べ応えないみたいな感じで、これはネギです。これはねネットスーパー、アジア食ネットスーパーで買うんだけど、今回はちょっとマシなんだけど、でも明らかにさ日本のネギよりさ短くて白い部分が少なくて細いんですよね。で私は結構上まで全然食べちゃうんだけど、夫はねこの白い部分しか好きじゃないから、割とこんだけ本数入ってても食べれる部分が少ないという難点はあります。なんかネギ焼きとかネギマに入ってるようなネギみたいなこうすごいずっしり存在感のあるネギはちょっとアメリカにいると恋しくなります。はい、次にこっちね、すごいなんかこう皮が散乱してるんですけど、玉ねぎです。これ使いかけのやつね。玉ねぎはこれもネットスーパーで買ったんですけど、こうやって大量に届くのものすごい数で、なんか皮がもうバリバリにネットの中で散乱した状態で届きます。これ私の扱いが雑っていうわけじゃなくて、マジでこの状態で届く。そうでも玉ねぎは結構長持ちするからね、全然このぐらい届いてもいいんです。そしてじゃがいも、なんかさ日本のじゃがいもの2個分ぐらいの大きさなんだよね。ちょっと大きいんですよ。そうでも味はね日本のじゃがいもとほとんど変わんないから、まあでもじゃがいもってさなんか半分だけ使うみたいなのあんまりしづらいじゃん。残しておいてもなんか悪くなっちゃうし色も黒くなっちゃうから、だからまあ2人暮らしだから1回の料理で1個って感じでいいけど、1人暮らしだったらちょっとじゃがいもの扱いは難しいのかもしれないなって思います。あとは奥の方にリンゴが入ってる。まあリンゴに関してはほとんど日本と変わんないですね。てか富士リンゴとかも売ってる。そうで、さっき伝え忘れたけど、これがベイビースピナッチで最近食べてるサラダです。はい、こんな感じです。次冷凍庫行きます。ちなみにこれがさっき言ってたきゅうりです。7本入りだったのかな。で4本使ってちょっとタッパーに入りきれなかったから3本残ってんだけど、こんな感じでなんか短くてね太いんですよね。でちょっと色もなんか若干日本のきゅうりより薄めな気がする、緑がね。でなんかウリって感じなんですよ。ちょっと1個だけ食べたけど、そうだからまあ美味しく出来上がるか分かんないけど、このエバラの浅漬けの素をゲットしたので作ってみました。はい、冷凍庫開けます。じゃん。ちょうど昨日ねネットスーパーからいろいろ届いたから今結構豊富です。でこれがお肉ね。なんか薄切り肉がそこら辺のスーパーでは売ってないから、やっぱりアジア食に特化したネットスーパーで買わないとあんまり手に入んなくて、でなんかね肉薄切りにした上でね結構ロールになってこうやってパッケージに入ってるものが多いんですよ。でまあ若干油は多いんだけど、まあ、これ以外ちょっとないからこれ使ったりしてます。まあ日本のスーパーでもねパッケージのさ隠されてる部分ひっくり返したら肉脂身だらけみたいなことあるから、まあいいかなって。でこれは食べたことないんだけどなんかすごい美味しそうだったから買ってみた。韓国の焼きサバの冷凍食品です。焼き魚を本当に干している。はい、ちょっとあまりにも冷凍庫がピーピー言ってしまうので一旦ちょっと一瞬だけ全部じゃない、実はこれ他にもあるから第1弾出してみました。さっきこれとこれ伝えたよね。でこれ
これは大ノブで買ったしゃぶしゃぶ用のお肉ですね。ちょっと使いかけなんだけど、いわゆるさ日本のスーパーで売ってるようなお肉で、そう日本のスーパーっぽいパッケージで売られてます。これはね脂身も少なくて私も大好き。でも12分歩かないと買えないからあんまり常にあるものではないです。あとこれもネットスーパーで買ってみた厚切り肉、なんか生姜焼きとかに使える。あとはねちょっとなんだっけ、もともと会社の同期だった子に聞いて、作り置きのなんか味噌漬けとかにしといて平日の夜焼くだけみたいなのやってみたいねってなって買ってみました。あとはお好み焼きと、これもトレーダージョーズで買ったパンケーキ。これあれですね、トースターで温めるだけでできるよってやつで、小さいの見えるかな、このサイズ、すごい小さくていっぱい入ってるから食べたい量に合わせて食べられて結構いいです。これはワッフルですね。これもトースターで焼いてすぐに食べれます。あとはこれはネットスーパーで買ったキンパ。ほんとこの写真通りでね美味しかった。小腹が空いた時にいいなって思いましたって感じが第1弾です。第2弾です。まずこの2つのラーメンはちょっと夫が買ってって、私はどこで買ったか分かんないんだけど、多分日本食ネットスーパーなんじゃないかなと思います。なんか普通に美味しそう。生麺って書いてある。でこれは近くのスーパーで買えるこういうなんだ野菜ミックスベジタブルっていうのかな。なんかたまにステーキとかする時の付け合わせにいいです。ごめんなさい、ちょっと今なんか水の流れる音が聞こえるかもしれない、すいません。でこれは大ノブで買った豚と鶏肉が入った餃子ですね。この写真では焼き餃子として食べるよみたいに書いてあって、だけどなんか鍋に入れて水餃子っぽくしてもまあ美味しい。あとはこれも日本食スーパー、もしくは大ノブかな、どっちだわかんないけどの今川焼きで、これはね私が日本食スーパーで買った、これなんか鮭っぽいんですけど鮭ではなくてマス、レインボートラウト、そうなんですよ、マスなの。マス寿司とかに使えるやつね。でボンレスポーションカットって書いてあるから使いやすそうって思って買ったんだけど、なんかよく考えたらさ、これさもともとこれなんか6枚ぐらい入ってたのね、切り身が。で凍った状態で届くじゃん、当たり前だけど。そうするとこいつらをねこう一枚一枚剥がせないの。だからせっかくポーションカットになってるのに使いづらくて、すごくちょっと解凍しないと剥がれないから若干こう冷凍庫の外に出しといたんだけど、でもそうするとちょっと解凍されたからこいつら残して平気かなとか思いつつ、でも一気に6枚はさすがに使えないからちょっと残してみてありますね。難しいよね。あとこれはなんかずっと前に買ったトレーダージョーズのピーチヨーグルトなんだけど、ごめん間違えた、マンゴー&クリームだった。ヨーグルトなんだけど、これなんかちょっとね生クリームが入ってるのかな、わかんないけど、なんか普通のヨーグルトより甘くてアイスクリームっぽくて美味しいんです。でだから冷凍庫に入れると本当にアイスみたいになって美味しいから入れとこうと思って入れといたまま忘れて3ヶ月くらい経ちました。食べれるかな。去年の10月末まで。ちょっと匂ってみてやばそうだったらやめます。以上かな。はい、ということで冷蔵庫の中身紹介でした。ではね。